んにちは。バイオリニストの小川京子です。今回、私はポーランド音楽出版社が行っているショパンの国の音楽というプロジェクトに参加するため、ポーランドの都市クラクフにやってきました。このプロジェクトは、ポーランド作曲家の作品の中から教育的に優れたものをご紹介するものです。今回は、ポーランドの女性作曲家、ウラジナ・バチェビッチの作品をご紹介したいと思います。バチェビッチは1909年生まれの作曲家で、バイオリニストでもありました。そしてポーランド内外で国際的に認められた最初の女性作曲家です。彼女は、このポーランドとパリでバイオリンの勉強をしまして、なんとパリでは音階の教本で有名なカール・フレッシュの下でも研鑽を積みました。彼女は第二次世界大戦を経験したんですけれども、その戦争中も秘密の演奏会を行ったりしながら作曲を続けて、戦争中にもかかわらず音楽を絶やさないよう活動してきた人物でもありました。彼女はバイオリニストということもあって、たくさんのバイオリン作品を残していまして、7つのバイオリンコンチェルトだったり、あとバイオリンソナタ、そして弦楽シリーズ奏などの室内楽作品や、交響曲など多岐にわたった作曲を行っていました。このポーランド音楽出版社では、バチェビッチの作品集を出していまして、今回この作品集の中からメロディーという作品を演奏します。メロディーという名前にふさわしく、大変美しく儚い作品なのですが、皆さんが想像するメロディーっていうのは、すごく歌のように流れがある作品かなと思うんですけど、この作品はちょっと少し違って、ピアノと共に和音を作って、その和声の美しい中で演奏するという風な作風になっています。また、この曲は、曲全体を通してこのミュートというものを用いて演奏します。ミュートをつけてピアノの方と演奏するとき、バイオリニストは少し気をつけることがあって、ミュートをつけるとやはり音量が減ってしまいますので、楽譜に書いているダイナミクスよりは少し大きめに、少ししっかりめに演奏する方がバランスが良くなります。それでは最初の部分を少し演奏してみます。大変美しい和声ですね。彼女は同じポーランド作曲家のシマノフスキーを尊敬していまして、彼の音楽の影響を大変受けたと言われています。私が今弾いたようにピアノと動く部分が多かったですよね。そのピアノと一緒に音色を作る際、バイオリニストは少し気をつけないといけなくって、バイオリンらしい大きなビブラート、このように大きなビブラートをかけてしまうと、ピアノの型と音色が合わなくなって、美しい和声が作るのが難しくなってしまうので、その点を少し気をつけましょう。特に8小節目からの部分、少し一緒にピアニストの方と演奏してみます。このように3和音を2人で作りますので、特にこういう場合は気をつけることが大切です。それでは次の部分、中間部の部分に参りましょう。次の部分は最初の部分とは打って変わって少し感情的で
フォルテだったり、たくさんのディミネンド、クレッシェンドだったりで、感情の起伏が激しくなるような曲調となっています。このように最初のアーモールの部分から突然フェスドゥアに転調しまして、大変ダイナミックな動きになります。この部分は最初の部分と違って、ピアノと違う動きも多いですし、またシンコペーションなどの動きも多いので、たくさんビブラートかけてバイオリンらしく、動きのある音色を作ると、曲調の変化をつけることができます。また、バイオリンパートだけ見ますと、この部分あまりダイナミクスの変化が書いていないんですけれども、ピアノパートを見ると、23小節目にピアノ、そして26小節目にはメゾフォルテと、ダイナミクスの変化が書いてあるので、それを参考に、小さい部分から36小節目のクライマックスに向かって大きな流れで演奏できるようにすることを心がけるといいと思います。最後の部分は最初の部分と同じでまたとても静かな雰囲気に戻りますので、最初に私が言った音色の作り方を意識して演奏すると、この曲がいろんな側面を持ってお客様に伝えることができると思います。このバチビッチの作品集はバチビッチの作曲した作品の中から、商品だったり、あとはバイオリンソナタの一つの楽章だったり、バチビッチの美しい音楽が楽しめる作品集になっていますので、初めてバチビッチを演奏する方だったり、また少し短い商品を探している方だったりというのにとてもおすすめかなっていうふうに思います。ぜひお手に取ってみてください。